今日は8っていうお部屋を選びました。1個目のドア開けて閉めて、2個目のドア開けて閉めてっていうこのさ、ドア最高ですよね。で、これがね、もうその8の中なんですけど、160センチぐらいの塀で一周囲われています。なので、身体能力の高い野犬のかりんちゃんもここなら安心と思ってこのお部屋を選びました。でもこの遊びレッジは、1から今8までかな、8個多分あるんですけど、まず全部が同じ高さらしいので、どのお部屋を選んでも脱走は大丈夫っぽいです。で、ここ鍵ついてますよ。で、ここはでも越えちゃうかなってちょっと思ってたんですけど、越えてもあっち側にちゃんと塀があるので、外に出るってことはないかなと思います。これすごいよね。はい、お庭で、これ外側一周してるんですけど、住宅街じゃない感じなので、あんまり吠えたりする子とかでもそんな気になんないと思います。かなり走り回ってたね、これかりんちゃん。これ今映ってないんですけど、かりん後ろついてきてるのひっそりと後ろついてきてます。これもう途中から私疲れちゃってます。で、隣の部屋との隣接してるところにはこういうなんか目隠しの板みたいのがあるので、隣の子がどんな犬種の子来てるかも全然分かんなかった。はい、やっと着きました。これお庭一周です。で、ここを開けるとさっきの玄関の二重扉のところに行きます。ほら、狩り走ってるでしょ突然後ろ振り返ったから逃げました。楽しそう。で、これ大型犬でも洗えるこの外のシャンプーできるやつ、これめっちゃいいですよね。かりんなんか出しちゃうかと思ったから。さあ、かりんちゃん到着です。ちょっと寒くて私のファッションセンスがやばいけど、こんな寒いと思わなかった。はいはい、ジタバタジタバタ、はい、ジタバタジタバタかりん降りました。何も出てこなかったのがほんとすごくて、綺麗な状態でかりんちゃん降りてきました。で、チェックインが3時からだったんですけど、ちょっと早かったので横にあるドッグランで遊ばせます。ほんと寒かったんだよね。はいはい、はい、かりんビビってます。初めてですからね、こういう体験。何が起きたのかと思ってます、かりん。ちょっと先にめごちゃんを入れて安心させておきました。まあこういうスムーズにいかないドッグラン入場も多頭飼いあるあるですね。まずかりんがビビってめごから離れられないっていう第一バタバタですね。はい、やっとめごがドッグラン入りました。はい、かりんもくっついて入ってきます。ここも160センチちゃんと塀ありましたよ。ほら、2時間半ぐらいのちょっとドライブになっちゃったので心配でしたが、意外にも頑張ってくれておりました。さあ、受付終わりましたよ。鍵もらいましたよ。行きましょう。いざ中へ。ちょっとね、最初に撮ったお部屋紹介がワンコと一緒だったのでブレブレだったので、さっきあんまりブレてないお部屋紹介撮っといてよかったです。はい、動きません。何かを察知してビビって中に入ってきません。まあこんなのもあるあるですよね。で、先にちょっとお庭で遊ばせようかなと思って
してお庭の方に行ってみましたが開きません。鍵が必要ですね。なのでやっぱり中入れます。ここ玄関です。玄関ってやっぱ安心ですよね。はい、バタバタしてすいません。みんながちょっと入ってきてくれませんが、ぐるぐるしてすいません。はい、かりんちゃんやっと中来ました。あとこれ柵いいですよね。玄関にも行かないようになってる、ちゃんと。はい、入室。キッチンすごい揃ってたな。はい、部屋広いでしょ。とブレブレですいませんけど、めごちゃんもキッチンチェックしてます。はい、かりんちゃんがもう怖くて尻尾入りっぱなしです。大丈夫かな探検してくれてます。でこのソファーもね、ちゃんとおしっこがかかっても大丈夫そうな素材のつるっと拭ける感じでしたよ。はい、みんな探検してます。すごいブレブレ。はい、バーベキューできるよ。ほら、広いです。こんな感じです。で、吐き出し窓っていうのかなが2箇所あるので、どっちからも結構ね、かりんちゃんは出て行ってたな。はい、かりんちゃんもキッチンチェック終わりました。はい、ルームツアーです。ここお風呂広い、洗濯機、洗面所、トイレ、アメニティ揃ってました。はい、かりんもチェックです。あ、ねねちゃんもいらっしゃいましたね。トイレの場所もチェックして、はい、バーベキューです。ここでバーベキューできます。今日は贅沢セット注文しちゃった。楽しみですね。広いでしょ。ここからぐるっと行きますよ。はい、ぐるっと最高でしょ。はい、洗うと思ってたカリンのシャンプーがなくなったので時間に余裕があります。バーベキューの準備をしましょう。鉢を選んだ目的はここです。なんか梅雨の時期だったので、もし雨だったらここで広く使えるかなと思って、この多目的ルーム的な感じのお部屋があるところにしました。屋根付きのね。でこれワンちゃん拭くタオルありますよ。でこれベッドルームです。今日はねこっち側を使います。ローベッドで小型犬の子と一緒に来ても大丈夫です。ベッドにワンちゃん乗っていいんだって。でここ開けようと思ったら違いました。スタッフオンリーでしたね。開きません。はい、ここはトイレ綺麗でした。やっぱ新築の匂いがするって最高ですね。でアメニティもうなんか全部あったよ。何も持ってこなくても大丈夫ですけど、決まってる化粧品あるとね、ちょっと女性は準備大変ですけど、何でも大丈夫って方は本当何でも持ってこなくて平気。はい、洗濯機、夜のうちにお洗濯できちゃうやつですね。替えの洋服もいらない。犬に汚されても大丈夫。はい、タオルと寒いパジャマ的なやつここにありました。はい、お風呂。これお風呂超綺麗だし広いしさ、最高ですね。あ、さっき道の駅でさつまいも買いました。あとこれ食器のスポンジがワンちゃん用とちゃんと分かれてる。アルコールスプレーもあるしね。で食器がすごいよ。はい、食器。めごちゃんそこにいるとちょっと毛が入って申し訳ないで。はい、ホットプレート。はい、うちのねねちゃんはトイレが上手。この透明のやつおしゃれだね。初めて実物見ました。あとはカトラリーも充実です。ちょっと割り箸欲しかったななんて思いながら、さつまいも剥けます。皮むき器ありました。はい、鍋もグラスと炊飯器も、あとね IH の鍋場とかできそうなやつもあったし、トースター、電子レンジ、ケトルにこれシャンパンワイン冷やせます。
あとお水2本ついてました。オプションでバーベキュー贅沢コースですね。奮発しちゃった。はい、お野菜と、はい、ベーコン、ウインナー、肉、貝、伊勢エビ、伊勢つかないかもしれない、エビちょっと商品名わかんない、エビとドレッシング2種類とサラダ。はい、ワイン冷えてます。これ持参です。はい、めごちゃんも待ってます。でお水は2本ついてたんですけど、はい、めごちゃん待ち。あとね、あれマキタ掃除機ね、空気清浄機あるね。あとこの中にトイレシートたくさん、あとコロコロも、はい、開きませんよ、これ開きづらいですよ。はい、あと消臭スプレーとかそういうのも入ってって、ワンちゃんアメニティ充実。はい、虫除けスプレーある、懐中電灯ある。で外にね、これお散歩セット、うんち袋ね、あと体拭くタオルと、これね欲しいんですよ。うちこれ結構使うんですよ、この引っ掛けるやつで。これワンちゃん用のもオプションで奮発しちゃいました。どれが大型犬用でどれが小型犬用か分かりません。注文の仕方は大か小だったんですが、どれが大でどれが小だか全然分かりませんでしたが、バスケットにおしゃれに入ってきました。あとあれ耐熱皿温めてあげるらしいよ。これ後でやろうね。なんかスープとご飯とお皿のセットですね。これ3等分頼みました。大大小で頼んでます。はい、その頃一方かりんちゃんは遊んでます。はい、尻尾上がってます。でね、大食いなんで足りないそうなんでスーパー買い物来ました。車で10分ぐらいで案内してくれるんで、ちゃんとで犬を置いて出かけるのダメなそうなんで、私一人で買い出し中です。はい、たくさん買ったよ。でお水もねたくさん買っといた。で初めての炭起こしなんですけど結構難しいじゃん。ちょっと一杯やってね。さっき買ってきたのでもう一回やり直しました。できたできた。ステーキ買ってみちゃった。でその頃こうやって待てるんですよ。結構さグランピングとかになっちゃうとみんなつないで、みんななんかこう大型犬の飼ってる人だと分かるかな、グイって持ちながらさ、美味しい匂いするとこ行かないようにとか、あ、はいはい、エビエビ。はい、一方かりんちゃんはベッドで寝てます。誰よりも早くこのベッド使いました。あ、ワンちゃんのご飯作りますよ。これをねポンって裏返しにするとおしゃれな感じに設計されてました。でどれが大きくてどれが小さいかここでもよく分かんなくてずっとこれ言ってたね。どれがねねちゃんよ、どれがねねちゃんよってずっと言ってたね、これ。でこれラップかけて電子レンジでチンしてあげるらしいです。でこれに最後トマトとブロッコリーをのせるんですけど、めごちゃんもかりんちゃんもトマトが嫌いなので残すだろうななんて思いながら、はい、チンしてきました。はい、トマトのせてブロッコリーのせて、はい、スープ。これもねよく分かんなかった。2個入ってたんだけど全部で3個頼んでて、どれが大でどれが小用のやつか全然分からず、もう仲良く3等分しました。はい、ここに入れられてます。こういう使い方もできるんだね。めごちゃんキッチンとかに入ること普段ないので、はい、映えですね、映え。いきます。用意どんやります。用意どんはい、ねねちゃんだけフライングさせました。ハンデは必要ですね。次大きいのきますよ。はい、来ました。
はい、かりんちゃん到着。はい、めごちゃん寄り道してます。到着。かりんちゃんドライフードを食べさせてるので、ちょっとこの手作り食に慣れない模様ですが、あとは慣れない場所でのご飯なので、ちょっとした物音に敏感。はい、なんか物音したはい、物音したのね。はい、物音した気になる。それ食べれなくなっちゃうからね。これビビリ犬の特徴ですね。食べてる時は物音立てないように見守ってください。はい、もう食べれなくなっちゃった。不安になっちゃったね。はい、メゴに助けを求めて、メゴの盗み食い。メゴちゃん怒らないんでね、ご飯食べられても怒んないタイプなんですよね。はい、でねねちゃんのは、そうだ、怒るんだったらやめよと戻ってきましたね。やっぱり美味しかったようで食べました。ただちょっとめごちゃんとかりんちゃんの夜ご飯にしては少ないかなって感じなので、後で持ってきたご飯をそれぞれ食べてます。あ、もう完全にかりんちゃんがカメラの画角を分かっていないところにスタンバイしましたね。まあでも美味しいみたいだね。こうやって散らかして食べるので、掃除がすごい大変だなとつくづく思いました。戸建て最高なんですけど、戸建ての掃除を入るスタッフさん本当にありがとうございます。あ、はいはい、ごちそうさま言いに行きましたよ。で食べちゃいます。はい、かりんの食べちゃいます。まあこういうのもね、あるあるですね。でもかりんはメゴが食べているものを食べる方がちょっと安心みたいなので、まあいいか、後で持ってきてるご飯もあるしね。食べ終わりましたね。はい、ごちそうさま。はい、食べ終わったそうです。あと最後にスープをいただいて、はい、仲良しですね。2人で一緒に飲みますね。まあご満足いただけたようでよかったです。はい、ごちそうさま言いに来ました。食後もまた好きにドッグランに出れるこのお部屋の設計が最高すぎます。こっち側の窓だけずっと開けっぱなにしてあげて、もうずっと遊びに行っては帰ってきて繰り返してました。もう一個の窓の方にはバーベキューの炭がまだ置いてあったので危ないかなと思って、かりんちゃんは頭いいのでそういうとこにはあんまり近づかないタイプですね。あ、見てるのバレた。止まっちゃいました。でも楽しそうなので本当に連れてきてあげてよかったなってお酒飲みながら今思ってる感じです。しみじみ。もう脱走してるようにしか見えないでしょ、この感じでも違います。ちゃんと自分で帰ってきます。やっと疲れましたよ、寝てくれましたよ。これ床暖房入ってるんで気持ちいいっぽいです。ワンちゃんがずっと寝っ転がってたね、このタイルで。このステップ置いてありました。小型犬の子、足の悪い子にも優しいね。でもちょっと高級素材のステップに我が家のねねちゃん慣れてませんので、残念ながら登るのためらってます。もう寝る準備もできたのでかりんちゃんを呼んでおりますが、めごもかりんも帰ってきません。楽しいらしいです。あとね、床暖房が多分相当気持ちいいらしい。全然帰ってこない。疲れちゃったみたいですね。何回か呼びましたけどかりんちゃん全然お庭から帰ってきませんでした。
やっと夜帰ってきました。もう夜中です。もうねねもめごも寝てます。やっとかりん帰ってきましたよ。それでもちょっと覗きに来るけど、もうちょっと遊ぼっかなーってどっか行っちゃったの。朝になりました。朝はめごも参加して、かりんちゃんはまだ元気です。で、とってこいの遊びね。これ普段とってこいとかできないからさ、一回奇跡の成功したので、はい、一回だけ。モーニングも注文しましたよ。こんなメニューです。これは系列にドッグカフェがあるみたいで、そこから届くみたいです。お弁当スタイルみたいなね。でスープは入れ替えて、せっかくなのでお庭で食べました。で本当人間が食べてる時に犬が飛びつかない、ちゃんとしつけができているお家はいいですが、はい、映えです。うちは大変です。かりんちゃんは控えめなんですが、もうめごちゃんは飛びついてきちゃうので一回怒られてます。だけど味の好みもあると思いますが、モーニングは次は頼まないかななんて。道の駅で朝ごはん買ってきとくのもいいかもね。スーパーもあったけどさ。でもあれだけキッチンがあったら作れるよね。何でもトースターあるし。はい、このゴロゴロ好きなの。これゴロゴロ、芝生でこのゴロゴロ。こう見えても元野犬ですよ、この子。くつろぎすぎでしょ。ちょっとモーニング物足りなくて、近くのエビセイさんへ来ました。最後まで見ていただいてありがとうございました。かりんが嬉しそうだったので、とってもいい旅でした。またどこか行こうね。